皆さんこんにちは、ときまるです。今日も歩きながらお送りしたいと思います。どうですか？幸せですか皆さん。僕は最近って言ってももう1ヶ月ぐらい経つんだけど、SNS をスマートフォンから全部削除しました。Twitter も消して、YouTube もなし、Facebook も消して、Instagram もなし。でも Instagram は戻した。で、Facebook はもう2020年ぐらいかなにアカウント消してて、持ってないんですけど、それ以外のね、SNS をすべて消しました。で、もうね、1ヶ月ぐらい経つ。結局。すごく調子がいいです。ものすごく時間が増えて、スマートフォンを触る回数が減って、スクリーンタイムも減って、時間ができましたね、とにかく。で、自分のやりたいことに集中できるようになった。で、デジタルミニマリズムとか、デジタルミニマリスト、よくデジタル断捨離みたいなこと言われますけど、有名な本でカール・ニューポートのデジタルミニマリストっていう本があるんですけど、つまり SNS の使用をなるべくその使用時間を減らしていこうっていう。そしてその空いた時間を何か自分の有効なことに使おうっていうね、そういうテーマなんですけど。うん。やっぱり今もうアテンションベースのアルゴリズムになってて、もういかにスマートフォンを使わせるかっていうね。で、その中でいかにその広告みたいなものに課金させるかみたいなのがテーマになってて、その罠にもうずっと囚われてるってことなんですよ。で、もちろん自分がその使い方をコントロールできる人もいると思うんですけど、今いろんな機能がね、それを上回ってて、設計とか計算とかアルゴリズムが。だから人間がコントロールできるような領域を超えてきているんですよね。ちょっとね、今、大きなキノコを発見しました。でかいね。なんだろう。結構香りがする。何キノコかわかんないけど、サイズが大きいです。うん。ちょっとキノコ発見しちゃったけど、とにかく SNS を削除することによって、ものすごく時間が増えました。そう言いながらね、自分はこうやって YouTube とかで発信をして、そういうプラットフォームに頼っているわけですよ。だから、それでやめたとしても結局矛盾しているところはあるんですけど、それでもさ、今あまりにも、インスタグラムとかね、ツイッターとか、X とかを、みんなもう四六時中見てるでしょ。友達と食事するときも、家族とご飯食べるときも、常にそっちに気を取られてね、現実世界を生きてないんですよ。今ここっていう場所があるのにね、全然ね、生きれてないんですよね。ずっとスマホの中のスクロールに生きてる。うん。そういうのって疲れるし、そういう刹那的な消費をやってても、何にもならないってことです。だから、
スマートフォンのね、中のアプリを消して、自分がやりたいことに集中する。で、アカウントまで消す必要はないと思うんですよ。僕はFacebook のアカウント消しちゃってますけど、でもそこまでする必要はなくて、スマホのアプリで見れないだけでも、ものすごく使用時間は減ります。これ実験してみてください。カール・ニューポートの本の中でも、1週間とか30日とか決められた時間を決めてね、やってみるとどれだけ自分が SNS に時間を使っていたかがわかると思います。一日でも見なかった日が最近ありますか？一日でもインスタグラムを開かなかった日がありますか？子供の頃思い出してみると、そういうのがなかった世界っていうのは、もう何してたかを思い出せないくらいかもしれない。でもね、なくても、満足に一日を暮らすことができてたと思うんですよ。だから今、僕はどんどんそういう SNS の消費とか使用を減らしてて、で、YouTube とかたまに見るけど、YouTube と、で、Instagram を戻したのは、ストーリーありますよね、ストーリーズ。あれがね、ウェブのブラウザから上げれなかったんですよ。それだけ。で、他の投稿は全然上げられるんですけど、ストーリーズだけ上げれないってことが分かって、で、それで戻しました。で、ストーリーズで、僕はそのラジオの告知をしたりとか、たまにこういう YouTube の発信の告知をしたりとかしてるんで、見てくださってる方はそれで見てくださってるんですけど、それ以外はね、そんなにもう自分にとっては必要ないかなって思ってます。で、電話もいらないと思うんですよ。でもやっぱり仕事とかあるからっていうね、みんな仕事とかあるからっていうので取ってると思うんですけど、電話を。年収90万円でハッピーライフっていう本を書いた大原ヘンリさんいますよね。大原さんは、その東京都内で隠居するときに、スマートフォンを捨てて、家に固定の電話回線を引いたと書いています。そういう方法もあるかなと思うんですよね。固定回線を引くっていう。固定回線を引くってことは、それで連絡を担保するってわけではなくて、もうそもそもその個人的な連絡を受けないっていうか、そういう態度の一つの表れだと思うんですよね。今の時代でそれをやるっていうのは。だって逆に固定回線を引くと、その場所に縛られるっていうことができますよね。その場所から動けなくなるっていうことが起きます。だから固定回線を引いて、それで家出してしまえばいいんですよね。固定回線を引くってことは、そういう、とにかく、電話に出ないという態度の表れだと思います。もちろんそれでね、仕事で必要だから固定回線を引くって人はいると思うんですけど、多分両方、スマートフォン、携帯電話の番号はやっぱりみんな持ってると思うんで。で、今それがないと、そのアプリの承認とかもできなくなってますよね。銀行系のアプリとか、そういうのも、電話の SMS で自分を承認するみたいな流れになってるから。だからちょっと何を言いたかったのか今日は忘れてしまったけど、とにかくまとめると、
SNS を手放したっていう話です。はい。で、使用時間をなるべく減らしているっていう話です。減らすことによって、ものすごく集中できるようになったし、なんか、本当に若い頃っていうか、子供の頃の感覚を今ちょっと、また思い出してますね。スクロールがなかった時代。本当に。床に座ってね、しかも最近ほら、家から家具なくしちゃったっていう話したじゃないですか。だからそれも相まってね、それと SNS が同時になくなると。でも SNS をなくしてたタイミングの方がもう早かったんですけど、本当はもう1ヶ月ぐらい経つんですけど、はい、そういう感じでやってます。何かに集中したい人、本当に、一度ね、アプリ消してみてください。ものすごい変化がそれだけで自分の一日に訪れると思います。今日はそれくらいで、いつもご視聴いただきありがとうございます。また次回お会いしましょう。良い一日を。雨が降りそう。